こんにちは、メイです。今回は新しいマイレザの使い方とその例で路面電車の走る街を作っていきます。結局マイレザ紹介動画を作成してしまいました。いろいろな使用例を作ったので参考になれば幸いです。マイレザの紹介です。前回投稿したものを除き新たに23個追加しました。島クリや庭クリエイトで見てくださっている方はすでにご存知かと思いますが、改めてご紹介いたします。まずは今回の主役のマイレザである路面電車の線路から紹介します。路面電車の最大のメリットは踏切がいらないことです。枠数の節約になります。そしてこのマイレザは1枠だけでもなんとかなるという最大のメリットがあります。上の線路だけ敷くとこんな感じです。家具の幅よりもちょっとはみ出てしまうので、おすすめは線路の下のマイレザです。線路の下と家具の位置がぴったりなので違和感が少ないです。斜めから見ても違和感は少ないですね。2枠使っていただけると家具の幅ぴったりになるようにしてあるので、2枠使っていただけるのがベストではあります。簡単な使用例だとお城の門をトンネルに見立てることです。簡単なのにおしゃれにできます。実際にレイアウトした例がこんな感じです。疑似の橋上に電車を通してみました。疑似の橋の作り方をさらっと説明すると、お城の門とカーテンのパーテーションを使って前後に並べています。ここに使われているすべてのマイレザは公開しています。たくさんマイレザを公開したので、お好きなデザインを使っていただけると嬉しいです。マイレザの参考に何件か作った庭を公開しているので、実際に見てみたい方は動画の右下にある作った ID からぜひ見に来てください。家の中はほぼ作っていないので期待はしないでくださいね。部屋の中での使用例です。白が基調となっているので、部屋の中でマイレザを敷いても違和感は少ないです。マイレザを部屋内でも分けて敷くこともできるので、場所に区切りをつけることができます。チェックウォールステッカーでアクセントウォールにもできます。斜めのマイレザを使うとこんな感じのちょっと変わった窓もできます。水のマイレザはもちろんお風呂にも使えます。このお風呂の作り方は動画で解説していますので、よかったらそちらもご覧ください。マイレザをこのようにたっぷり敷くデメリットとしては、すぐに家具の上限が来てしまうことです。お部屋でのおすすめの敷き方は一部だけ使う方法がおすすめです。例えば寝室だけ使うとかキッチンだけ使うとかですね。フレンチヘリンボーンのマイレザは何でも合うので、部屋のクリエイトにはおすすめです。普通に使った感じだとこんな風に使えます。斜め、縦横の道に全て対応し、道の切り替え、道の凹凸などに全て対応しています。側溝は道の切り替えが得意なので、お好きなマイレザと組み合わせてお使いいただけます。雑草が側溝から伸びてきているので、かっちりしすぎたくない方にもおすすめです。本日のメインです。今回の場所は C の4です。テーマは路面電車の走る街です。家の概要です。まずは入り口から家までをマイレザでつなぎます。間に線路を敷いていきます。踏切がないのでそのままマイレザを敷いてしまいます。側溝を敷いていきます。踏切を囲むように側溝を敷いていきます。囲まなくても道の真ん中に敷いてもいいのですが、今回は場所が限られているので囲んでいきます。
右上はどこかへ続く道を作ります。縦横の道の他に斜めの道を作ることで庭全体にメリハリがつきます。道のアクセントに草付きのひし形のタイルを敷いていきます。左側はちょっとした停留所を作るので道の色を変えていきます。全体のマイレゾを敷き終えました。ここから家具を置いていきます。本日の主役の路面電車です。いろいろな組み合わせはありますが、フォロワー車との組み合わせが私は好きです。次に下の部分の草地に植物を植えていきます。マイレゾや家具だけだとどうしても殺風景になりがちですが、植物を植えると足りない部分を補ってくれます。路面電車に電力を供給してくれる電柱を立てます。歩行者信号機で電車の信号機的なものをつけていきます。左側に建物を建てていきます。中世の街並みを使って駅の背景部分を作ります。毎度おなじみの横長の展示台を置いて間を埋めていきます。レトロな停留所をとりあえず置いたら駅っぽくなるのでおすすめですね。見知らぬ猫のカバン何個も欲しいので今年は周回しようと思っています。周回できるのは知らなかったのでたくさんもらってこようと思います。右側の斜め部分はこうやってずらして重ねるとなかなかいい感じになります。あとは適当に家具を置いていきます。完成です。このリリアンの別荘は部屋の動画を投稿するときにスクッターに載せますね。新しいマイレゾの使い方と路面電車の走る街はいかがだったでしょうか。今回投稿したマイレゾはものすごく種類があるので、お好きなものを選んで使っていただけたら泣いて喜びます。使ったよとのメンションが Twitter や Instagram であれば見に行けるのが嬉しいのと、投稿のモチベーションになるので、ぜひお気軽に使ってください。この動画を見て電車を走らせたいと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。